はい、この日はですね、東京駅から新潟まで辻トレーナーの取材に参りました。10時16分発トキ315号新潟行き、これに乗って新潟まで参ろうかと思います。久しぶりのですね、新幹線旅、私も興奮しております。緊急事態宣言も解除され人がとても多い日になっておりました。本当に人が多くてびっくりしました。さあ、私の予約した席に座って2時間弱ですね、新潟までの旅を楽しみたいと思います。並走するこれは JR 線ですね。都心部ならではになります。私は結構電車が好きだったりしますと思っていましたら、あっという間に新潟駅に到着しました。さすがに新潟駅は東京より人が少ないですね。ザッツ地方都市ということなんでしょうかね。新幹線を降りました。この日乗った新幹線の車両はですね、北陸新幹線にも使われている車両になります。上越新幹線、新潟まで行く新幹線もこの車両が使われるようになりました。スイカでタッチ、これも最近の新幹線の特徴になります。さあ、ここからバスに乗ってやってまいりました。チリンマムさん、おっと露天商いますね。辻さんではないですか。店主さんがですね、今病気で入院しているために店番を代わりにしていると。その代わりにボディ IQ、フォースタンス理論などこんなのが並んでいますね。はい、骨格タイプなんていう文字も見えます。はい、これで辻さんはですね、セルフ整体というのを指導したりしています。そして辻さんごめんなさい、目つぶっちゃってますね。この写真すいませんでした。クラフト&カフェチリンマモさん、こちらに行くと辻さんに会えるかもしれません。そして今回の会場はなんと海水浴場の近く。コーヒーからパンしてみると、そこに目の前に広がるのは海水浴場です。海の上、こちらの2階を使ってセミナーをやりたいと思ってました。カレー美味しかったです。ごちそうさまでした。フォースタンス理論というと、どうしてもこの A1、A2、B1、B2 このタイプの話になるんですけれども、今回の辻トレーナーのセミナーはですね、その前段階にある全体定義、軸の話、この辺の内容になりますので、よろしくお願いいたします。それではセミナーの様子を見てみましょう。はい、すみません。それが、まず全体定義。これ皆さん共通です。階級別じゃなくて。で、骨格だけになったときに、これは正面から見た図と横から見た図がありますが、一番重いところが脳みその入った頭蓋骨であることを皆さんご存知で、これは地球上で立っているという状況になるわけですから、これが安定するためには、一番重いところが安定するためには、重力線上にドンって乗っかってるみたいな話です。つまり足のね、この足の真上に一番重い頭のところが来てれば安定するんですよ。物と一緒なんで、物体と一緒なんで、物理と一緒なんで。そうすると、さっき申し上げたように脳が安定するので、立った形が。これは、言い換えると、良い姿勢、正しく、姿勢を正しましょう。姿勢を正して、よくあるじゃないですか。そういう形なんですよ。なんですが、その人それぞれなんですね。どういう形が正しい姿勢かっていう人それぞれの感覚なんですよ。これはね、今のところ。ポイント5って一番足元。ここの、これ土踏まずです。土踏まず。土踏まずの垂直線上、真上に自分の頭が乗っかってること。これが正しいです。で、こうなることによって、そのポイントであるところの背骨の一番下についている仙骨という、三角形のこういう骨と、それから、手の両腕ですね。両腕の付け根についている肩甲骨という、こう2枚。これが垂直線上に対して平行になる。という位置関係ができる。で、体が安定するというふうに彼は定義をしました。なんですが、その先も言いましたように、姿勢を正しというような形が、今人それぞれのイメージの中で行われているがために、なかなかこれがしっかりできていらっしゃる方が多くて、特に見ていると女性の方が多いです。はい、この位置が若干、土踏まずより後ろに後傾されている方が非常に多いです。
こういうことですね。これが、こうなってるんです。こっちから足元からずっとパンして見てると、この頭の位置が後ろに下がっちゃってる。これ多分、よくわかんないです。僕も女性がない。こういう姿勢、こう胸を張ると、こういう姿勢が多分いい姿勢なんじゃないかなって勝手に思われてる人が多いんだけど。で、そうすると、年取ってくるとお腹が出る悩みだと思うんですけど、だってこれ腹突き出してるもんね。だって頭がこう下がれば腹出るよね、こうやって。で、結局こういう形ですよね。この辺まで動くかな。無理されなくていいですよ。痛くならないと。わかりました。じゃあ今度、それを一回崩しますね。この頭の位置最初になったみたいに、かなり皆さん前になったでしょ。普段の姿勢よりも。それを、じゃあ元に戻してみる。こうだったよ。ちょっとつま先浮き加減になりますから。で、こうなると、でっかい息吸いましょう。この状態で。吸えないでしょ。息入らないでしょ。で呼吸浅いって言われる人はこういうことです。これも。ゆっくりね、ゆっくり、どの辺まで動くかな。動かんでしょ。で、だから、ここね、こう、可動域がないってことになると、インナーのマッスルとかなんか言って、ゴムチューブやって、一生懸命ことし始めるんですけど、そういうことではなかったんですよ。だから、姿勢を整えて、安定させて、ふーって息抜いただけで、いろんなところが柔らかく動き始めますんで、まずこういう形ですね。あんまり安定してないんで、力が出たり、柔らかくなったりしてないんですよ。で、今この形ですよ。じゃあ、この足をぐーっと上に上げてもらっていいですか。ちょっと待ってください。どうぞ。上がりにくいの分かりますね。もう一回。OK です。で、足上げたいんですけど、変なところ動いてるの分かります。この足上げたいんですよ。この足上げたいんですけど、そうそうそう。変なとこ動かさないと、これが動いていくんで、つまりこれ力み。ダメでしょ。頑張っていってください。で、変なとこ動き始めるでしょ。そうそう。これを動かしたいのに余計なところに力を入れないと肝心なことができないっていう。上に向くっていう。この辺、プルプルするでしょ。この形は不安定だから実は起きてるんです。で、どうしたら安定し始めるかというと、さっき皆さんに立った時にやってもらいましたけど、こう。首幅2本分ぐらい。で、何ができてるかというと、今度これです。ポイントの P の3番、4番、5番、足の測定、それから膝、それから股関節、それからもうちょっと上上がって P の2っていうのがここです。溝落ちです。で、P1 が首です。の付け根です。これ骨組み的にもっと違う説明的にすると難しいので、それで省略しますけど、これが、今、ここで立っているという形になると、重力線上がこう走ってるんです。ね、そうなると、こっちのポイント、これ2本ありますから、右で、これ左だ。左で5、4、3。右で5、4、3。2本ライン。これが垂直に揃う。5つのポイントのうち、3つが、過半数が揃いました。で、ここは真ん中ですから、股関節がちょっと離れてますんで、ね、この辺なの。ちょっとずれてるわけですよ。だから、直列してるのはこの下の3つです。はい。で、こういう状態が出来上がると、はい、じゃあ足先にやりましょう。これ上がるの分かります。はい。これ上がりますよね、さっき。で、これ上がりますよね。で、勝手に動き始めるんですよ。出力が出始める。これだけで。5つのポイントを過半数以上揃えると、いわば僕らこれ軸って言ってますけど、軸の効果が発生し始めて、力が出始める。出力が上がり始める。人の体構造的に、これはどの人も一緒です。今、2本揃ってますよね。で、この辺の、さっきと同じ壁、見ますよ。つくじゃない、ベターン。こっちちょっときついですね。こっちはつく。こっちはこのぐらい。これですと。こんな感じですよ。で、足開いてもらっていいですか。
で、これ崩れました。これはどこが揃ってるかっていうと、今度、これとこれしか揃ってないです。重力線上にこのポイントとこのポイントが揃ってません。力が出なかったら分かりましたよね。で、可動域も、これ止まるのかさっきベタンとつかない感じが分かりますよね。引っかかる感じ。で、こっちを持っていく話。ですよ。自分で戻してみてください。で、これがで作った段階で、ベタっていくんですよ。なので、あちこち一生懸命、こんなこと一生懸命トレーニングする必要になって、これやるだけで勝手にそれを戻す。頭を前にずらさないようにして、重力線上まっすぐ頭蓋骨が下がるときに、ここです。膝抜けるとんですよ。で、そのままヒューって下がっていかれて、足と股関節と首の付け根が一直線上を往復する。はい。そのまま、ピューって、土踏まずの真上まで頭が平行移動してきて、真上まで来たなと思ったら、あと上に上がればいいです。はい。あ、すごい楽です。これが座る。なので、これがきつくなってくると、筋トレせいっていう話になるわけですよ。お医者さんに年寄りの人たちは。で、筋トレいらないんですよ。骨組みだけで立ってる人だってできるんですよ。で、もう一回じゃあ平行移動してきて、で、あと上上がる。これ全然筋肉緊張させたりしてないでしょ。踏ん張ったりもしてないし。ですけど、初動の段階でどうも1タイプの人っていうのは、内側に回るらしいんです。ここが。立てないです。OK です。やりましょう。はい。だから2ですね。最初にこう動く人なんで、それを僕が誘導してあげると、なので、B2 です。B2 です。はい。最後に今回のセミナーの内容をまとめてみたいと思います。タイプの前に全体定理。フォースタンス理論と言いますと、どうしても A1、A2、B1、B2、この4タイプの話になりますが、その前に全体定理。これがあることが大事だということになります。そして、5ポイントを知る。これは人間の大きな関節のですね、中の節目。この5箇所のことになります。これを知ることがとても大事になります。そして、正しい姿勢というのは、土踏まず、仙骨、肩甲骨が垂直の状態であるということ。そうなると、体が安定して脳が安定します。これが非常に大切なことになります。多くの人は頭部の後傾が多い。これは気をつけという姿勢をなるとですね、頭が後傾してお腹が出る、胸を張るなんてことになります。そして今申し上げた胸を張るのは良くないこと。疲れやすい姿勢になるということになります。無駄な緊張というのが出ること。これが胸を張る姿勢になりますね。脳が安定すると柔軟性が上がる。無理なトレーニングは NG。ということはですね、脳が安定すれば、変なストレッチとかトレーニング、ゴムチューブトレーニング、こんなものはいらないということになりますね。軸が揃っていないと力むことになります。軸を揃えずに、この5ポイントですね。こちらの方をうまく使えずに軸が揃っていないと力むことになります。5分の3ポイント揃えると軸がある状態。5ポイントのうち3ポイントが揃っていると軸がある状態になります。そうすると出力向上と可動域が広くなるということの内容になります。